ちは、もつみです。私は退職して北海道一人キャンピングカー旅に出かけました。今日は網走手鹿まで行ってきます。最後までゆっくり見ていってください。ご視聴ありがとうございます。私は管理栄養士を契約満了で退職しました。なので退職祝いの旅行で北海道へ来ました。愛車のプロボックスは福岡に置いてキャンピングカー旅です。朝ごはんをしっかり食べて出かけます。朝ごはんって食べないと逆に太ってしまうそうです。何事もバランスが大事。昨日は旭川近くの道の駅で車中泊をしました。慣れない車なので操作が一苦労です。まだ2日目なのでまだまだこれから。道の駅当麻、昨日は札幌から3時間半かけて来ました。当麻町の特産品はスイカだそうです。スイカソフトが口コミで好評だったので買ってみます。スイカバニラミックスを頼みました。スイカ味は初挑戦です。スイカ味はアイスに合っていて美味しかったです。また夏に食べたい。今日も運転頑張っていきます。初めてのキャンピングカー。常に肩に力が入ってしまいます。当麻から網走まで188キロ。昨日に引き続き3時間半の運転です。わ、すごい、めっちゃ綺麗。北海道は4月上旬でも九州の大雪警報並みに積もっています。運転して3時間。道中にご飯屋さんが少なくて腹ペコで私のお腹の虫もうるさいです。レストランオホーツク。静かな場所で空いてるか不安。空いてました。一安心。オホーツク海なのでホタテを食べようと思います。ホタテフライカレーを頼みました。出来たてでめちゃくちゃ熱々のホタテたち。めちゃくちゃ美味しくて幸せです。行き当たりばったりで美味しいお店に巡り会えてラッキー。お腹のガソリン満タンです。あと30分ほどで網走監獄へ着きます。道中には網走湖がありましたが全面凍ってました。合計3時間半かけて網走まで着きました。網走は前回の旅で行けなかった場所でリベンジで来ました。博物館網走監獄。明治時代に建てられた日本最北の旧刑務所です。現在は博物館として公開されていて当時の建物や暮らしぶりを見学することができます。東京ドーム 3.5 個分の広さ、
ゆっくり見学してきます。1時間ほど見てきました。見た感想は正直想像を絶するものでした。リアルなマネキンがあることで当時の異様な雰囲気が漂っていました。北海道開拓のために日々厳しい環境で労働を課せられた囚人や見張りの人たちがいることを知りました。このことには限らず誰かの犠牲で今の町ができているんだと深く意識できた場所でした。少し暗くなった心のまま次に訪れたのはオホーツク流氷館。こちらではなんと年中流氷を見ることができるんです。スタッフの方がアットホームでずっと案内してくれました。日本ではオホーツク海で生息しているクリオネ。初のクリオネでめっちゃテンションが上がります。かわいすぎる。中の流氷は120トンですね。そしてお目当ての流氷を見に行きます。これそれではマイナス15度の世界に行ってきます。おお、寒い。すごい、これ全部本物の流氷。流氷とはシベリアの川で凍った氷がオホーツク海に流れ出し、風や海流に乗って北海道沿岸までやってくる自然現象です。しかし年々流氷が減ってきて、流氷の上で出産するアザラシたちの絶滅が心配されています。ここで縛れ体験をしてみます。何をしているかというと、濡れタオルを回してカチカチにしています。ほら、めっちゃ固まってる。めっちゃ屋上には展望台がありました。例年オホーツク海では1月下旬から3月下旬まで流氷が見れるそうです。次は絶対に流氷を見に網走へ行きます。たまには博物館巡りも楽しいですね。今から晩ご飯を食べに行きます。レギュラーめっちゃ高い。その前に相棒の食事が先です。今日は188キロ走ったので半分ほど減っちゃいました。キャンピングカーの給油の仕方は大変です。普通の車とは比べ物にならない。相棒はお腹がいっぱいなので私のお腹を満たします。ダイニング付き。オホーツク海が面してある網走では美味しい海鮮が食べられるそうです。最初に海鮮茶碗蒸しを頼みました。具だくさんで優しい味がとても染みます。10貫セットのお寿司を頼みました。マグロ、白身、サーモン、ヤリイカ、サバ、ボタンエビ、ホタテ、ズワイガニ、イクラ、トビコが入っています。どれも美味しすぎて
びっくりしました。特にびっくりしたのはサバでした。脂が乗っていて、サバの濃厚な旨味を感じられました。すごく贅沢なご飯を食べて満足です。今から温泉に入ります。調べてみましたが、網走には温泉施設がなかったので、ホテルの日帰り入浴を利用します。網走ロイヤルホテル、入浴料1人700円でした。長運転の疲れを癒していきます。熱湯とぬる湯があって、冷たい体がポカポカになりました。網走の町のど真ん中に道の駅がありました。道の駅流氷街道網走、冬季はここから砕氷船が出港されているそうです。もう真っ暗の時間なので、朝道の駅も見てみます。ここからは私の秘密基地で過ごします。車の中でテレビを見れるなんて、まるで家。旅では大まかなルートを決めています。明日は行きたいところがいっぱいあるので迷います。どんな場所かな。いつも自然は想像を超えてきます。旅は未知の世界の連続でやめられないです。明日も7時起きなのでもう寝ます。運転席の上が私の寝床。本当に快適すぎてるこの車。今日も一日疲れたけど楽しかったな。おやすみなさい。おはようございます。網走の夜は寒かったです。でも一回も起きず爆睡していました。寒いおかげで冷蔵庫の中はキンキンです。今日はどん曇りか。晴れが良かったな。急いで準備します。海に面している開放的な道の駅です。北
海道の美味しそうなお菓子あるかな。お、ホタテだ。旅のお供で買っちゃいます。それでは出発。今日は網走から屈斜路湖1時間ほどの運転です。旅ではよく寄り道してしまいます。網走湖が全面凍っていました。4月上旬でも冬景色が見られるなんて嬉しい。本当に最高の景色ばかりで癒されました。標高525メートル、車の中でも伝わるほど寒くなってきました。道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠。さっきとは違う世界に来たみたいで、さすが北海道、すごい。美味しそうなパン屋さんがありました。大のカレー好きな私はもちろん買っちゃいます。この景色を見ながら食べちゃいます。チーズカレーパンを買いました。クルトンがたっぷりかかっていることで生まれるザクザク感。こんな食感のカレーパンは初めてでびっくりしました。福岡でも食べれるそうなので行ってみます。この道の駅では世界第2位のカルデラ湖屈斜路湖を見下ろせます。冬になると全面結氷する屈斜路湖。そんな屈斜路湖の近くの野湯に行ってみます。日本一周で野湯にすっかりハマりました。コタン温泉露天風呂。混浴なので水着に着替えて行ってきます。野湯とは山は川辺など自然に湧き出る人工設備のない温泉のことです。野湯のレベル高すぎない？早速入ってみます。気温は5度。だいぶ慣れてくるとちょうどいい暖かさ。すごい、めっちゃすごくない？湖越しに雄大な雪山の風景を楽しむことができます。凍った時は白鳥が暖かさを求めて温泉の近くまで来るそうです。まるで湖に溶け込んでいるかのような温泉です。野湯ですが、ボランティアの方々が清掃しており、とても清潔に保たれています。心も体もゆっくり温まれて、本当に至福の時間です。
開放的なこの空間、疲れがぶっ飛びます。こんな絶景の藻湯があるなんて知らなかった。ちょうどいい温度で長いこと入ってしまいました。お、めっちゃ赤い。最高。ちょうど滑りやすいところに足を乗せてしまい怪我をしました。頭を打たなくて本当に良かったです。でもまた来たい場所です。野湯の後は近くの温泉地に行きます。弟子屈町には日本最大のカルデラから生まれる名湯があります。硫黄山。名前の通り硫黄の匂いが立ち込めています。ここの場所がすごいのは日本一噴気口に血がつけるんです。あまりにもスケールがすごすぎて声が出ました。山肌には無数の噴気口があり、鮮やかな黄色の硫黄の結晶が綺麗です。自然のパワーを身近に感じられて、私もパワーをもらいました。鷹山黙々ベース、かわいい。ソフトクリームに温玉、気になったので買っちゃいます。すごい。さっきの景色を絵のように楽しみながら食べられます。潰してみたのですが、本当に温玉めっちゃ美味しそう。これをまず、すごい。初めて食べる食べ物、初めて見る景色。旅は初めてのことばかりで、ずっと新鮮な気持ちにさせてくれます。せっかくなので川湯温泉にも入ってみます。川湯温泉はなんと pH1.7 の強酸性の温泉です。川湯観光ホテル、入浴料800円で入れました。酸性明晩泉を体験してきます。温泉は高中低温それぞれあって、低温でゆっくり入り、芯から温まりました。強酸性なので殺菌効果や古い角質を落とす効果もあって、スベスベになりました。道の駅近くのラーメンを食べに行きます。すると北海道の夜道は運転したくなかった。怖いね。でっか。やばいやばいやばい。待って、こっちにもいるじゃん。やばいやばい、怖すぎる。やばい。鹿遭遇からたった5分の場所に町がありました。手鹿がラーメン総本店、友達からおすすめされたお店です。せっかくなので総本店に行ってみました。魚介絞り醤油、一番人気と書いてあったので頼んでみました。いただきます。魚介の味が。魚介と聞くと魚介独特の苦味のイメージがありましたか。手鹿がラーメンはホタテ貝柱、魚介の旨味に炊き込んだ野菜を加えたもので、
濃厚ながらも優しい味で美味しいです。ここから2分の場所に道の駅があります。エリコだね。お、結構広い。広そう。道の駅摩周温泉。今日は温泉が続く一日になりました。車通りも少なく静寂な時間が過ごせそうです。ここにはどんな温泉があるのだろう。足湯、今の私には一番ちょうどいい温泉。今日という日に最高の締めくくり。気温1度の中、熱々の温泉で血流が駆け巡ります。優しい明かりに包まれて、夜の雰囲気がロマンチックすぎる足湯に癒されます。今、私、とても幸せです。秘密基地に戻りました。今日はほぼ氷点下なので FF ヒーターに頼ります。スーパーで軽食を買ってきました。サラダ、アイス、お酒です。今日は野菜を全く食べてないので、ほんの気持ちのサラダを。おいしい。大好きなサンデーのアイス。あ、美味しい。結構溶けてる。溶けたけど、美味しいです。久々の乾杯です。いただきます。たまにしか飲まないお酒、体に染みますね。お酒が弱い私はすぐに眠くなってきました。眠さが限界です。明日も楽しい一日になりそう。おやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがでしたか？今まで入ったの家の中で今日が一番良かったなと思いました。次回は釧路に行ってきます。釧路はグルメ旅になりました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメント嬉しいのでお願いします。もつにでした。